こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス、WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。入場者数がもういっぱいになるとのことで、チケットの販売が今週中に終了する可能性があるとのことですね。検討中の方はお早めにお求めください。この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、現時点では全体でプラス 0.31 億ドルの流入となっています。グレースケールの流出もしぼんでますし、フィデリティ、ビットワイズからも、プラス 0.1 億ドルの流入となっています。これで5日連続の純流入達成となってますね。スポットイーサ ETF の方は、こちらは現時点では全体でマイナス 0.18 億ドルの流出となっています。ファンドごとでは、ブラックロックのイーサ A が総純流入額10億ドルを突破したのが話題になっていますね。全体では連続純流出記録が止まるのか注目となっています。一方、香港の方はビットコイン、イーサともにゼロを記録しています。あと、オンチェーン関連では、マウントコックスの送金がまた話題になってますね。日本時間では、昨日の21日6時あたり、未知なるアドレスに 13,265BTC、約 7.8 億ドル相当を送金してまして、その後同日18時にビットスタンプ 1265BTC、約7500万ドル相当を送金してます。それぞれの時間帯にビットコインも落ちてますね。マウントコックスの再起者分配はもうすぐ終わると見られてましたけども、未だに市場に影響を与えています。あとはビットコインクジラの保有量の月間増加率が減少傾向となっているのが注目されています。青いグラフを見るとですね、2月時点では増加率 6% となっているんですが、その後は右肩下がりと落ちてまして、現在では 1% 台となっています。ただこの紫のトータルバランスを見るとですね、保有量は増え続けてるんで、そこまで心配しなくてもいいのかなと思うんですけども、何かの表紙で売られた時ですね、また価格に影響すると思うので、そこは注意が必要ですね。あとはビットコインとイーサのドミナンスの差が開いてます。このドミナンスは草とか民もどこまで拾うかでパーセンテージが変わるんで、各所で値が違うんですけども、グラスノードに展開されているグラフではですね、8月18日時点でビットコインが 56.2%、イーサが 15.3% と、ビットコインが押し広げて、イーサアルトの幅が狭くなってきてます。イーサ ETF や BTC 建ての状況がそのまま反映されているように見えますね。1月の ETF 展開からビットコイン一強がより強くなっているようにも見えますけれども、アルトが再度盛り上がるときは来るのか注目となっています。ビットコインの価格は現在6800ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、日本時間昨日の23時ですね、注目されてた米雇用者数の年次の改定値が発表されまして、結果としてはマイナス81万8000人の下方修正となっています。当初は290万人増という発表でしたが、そこから約82万人減ったということで、年間208万人増と、ゴールドマンサックスなどがマイナス100万人の予想を出して、市場も警戒してましたけども、それを若干下回る結果となりました。ただ下方修正幅としては、2009年以来最大ということで、市場も反応してまして、ドル円も発表時間帯には大きく動いています。また今朝3時に発表された FOMC 議事録では、大多数の参加者が次回会合で政策を緩和するのが適切だろうと判断したことから、また9月利下げ濃厚という見方となりまして、この時間帯以降ですね、ビットコインも上昇しています。米国債は 3.807 を推移しておりまして、ナスダックが 19,824、S&P 500が 5,624、ダウ平均が 4890、キンゴールドが2506ドル、日経平均が 38,274 円、ドル円が 145.57 円となっております。個別株の方では、ビットファームズが同じくマイニング企業のストロングホールドデジタルを1億7500万ドルで買収すると発表しています。ストロングホールドデジタルの負債5000万ドルも引き受けるとのことで、ストロングデジタルの株価はプラス 82.25% と急騰してますね。ライオットプラットフォームズがこのビットファームズを買収する動きを見せてですね、連日話題になってましたけども、今度はビットファームズがストロングホールドデジタルを買収と、マイニング企業同士の買収騒動がどうなるのか注目ですね。
ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 4.99%、額としては320億ドル相当と、CME、OKX の増加が目立ちますね。比率として全体ではショートが 50.7%、バイナンスミはロングが 52.5% と若干下寄りになっています。今後の指標としては、本日8月22日に米 PMI、8月23日に日本の CPI、カナダの小売、米新築住宅販売件数、8月26日にドイツの IFO 景況感、米耐久財受注などが控えております。下方修正が警戒されていた米コインも落ち着きまして、FOMC 議事録もハトハト。今まで他指数に遅れを取ってたビットコインが強くなってるのかなと思います。FOMC の利下げファンダもだいぶこすられてたんで、あんまり影響しないのかなと思ってたんですけども、ビットコインは素直に反応したような展開になりましたね。ただ指標としては本日の米 PMI、そして本日から開催されるジャクソンホールでのパウエル議長の発言も控えてますんで、それが終わらない限りは楽観的なムードにはなりづらいのかなと思います。チャートだけ見たらまた6万2000の抵抗で弾かれた形となってます。8月9日から5、6回は弾かれてますね。抜けるとしたら今週の重要指標解放が一つのポイントになりそうです。し足も前回上髭を回収しそうな形ですね。短期では上はこの6万2000を抜けられるかどうか、下は5万9000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。とりあえず今夜10時45分ですね。米 PMI の結果に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサの価格は現在2620ドル、BTC 建ては 0.0431 と下がっています。先物の方では、OI は全体でプラス 0.65%、額としては108億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.7%、バイナンスミはロングが 52.3% と下寄りになっています。未だに OI も増えずですね、BTC 建ても回復せず、状況は改善されてないですね。チャートだけ見たら、上は2800を超えられるかどうか、下何度か耐えてる2500で再度反発できるか、そこを抜けた場合ですね、2300で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。ロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏の大統領選撤退説が報道されています。大統領選を撤退してトランプ支持に回るんじゃないかとされてますね。ただ、ロバート・ F ・ケネディ・ジュニアの X を見るとですね、まだ選挙戦に向けての発信をしてるんで、どうなるかわからない状況となってますね。あと他ではハリス陣営の上級顧問ネルソン氏がハリスは暗号通貨業界の成長を支持するだろうと語ったことなどが話題になってますね。ただ今のところ具体的な政策が出てないのが現状です。大統領選の予測は昨日から変わらずですね、未だトランプリードとなってます。ロバート・ F ・ケネディ・ジュニアがトランプを押すとなると、トランプ陣営がより仮想通貨の色が濃くなりますけども、今後どうなるのか注目ですね。あとはプロメシウムがユニとアーブの保管サービス開始を発表しています。これも前回のイーサ同様ですね。その証券として保管するというところがピックアップされてますね。前回も SEC がスポットイーサ ETF を承認するかどうかという時にですね、この SEC 側と言われているプロメシウムがイーサを証券として保管するサービスを発表しまして、ETF を拒否する布石なんじゃないかと見られてましたけども、結果としては大統領選などいろいろ絡んでですね、イーサ ETF は承認とはユニとアーブが標的となってます。ユニスワップは以前 SEC からウェルズ通知を受け取ったんでわかるんですけども、アーブって SEC から証券認定されてましたっけ？ソラナとかエイダ、マティックとかはありましたけど、もしかしたら今後アーブあたりが刺される可能性もありますよね。市場全体の上昇につられて過去に SEC から刺されたジョイアルト、そしてユニも上がってはいるんですけども、アーブは比較的弱くなってますね。まだどうなるかわかりませんけども、SEC 方面のその後の動向に注目ですね。あとはマレーシアがビットコインのマイニング機器を985台破壊してます。先日このマレーシアでビットコインのマイニングで電力を盗んでた7人が逮捕された件も取り上げましたけども、取締り強化のアピールのためにやってるようですね。実際の映像を見るとですね、その道路を固めるローラーで壊そうとしてるんですけど、完全に乗り上げててね、壊れてないっていう、後ろのタイヤでかろうじて潰してますよね。これ運転してる人どういう感情でやってるんだろう。これ NBA 選手のバトラー氏とインフルエンサーのビットボーイがバイナンスの集団訴訟に対して34万ドルの支払いで和解しています。今までの流れとしては、そのバイナンスが米国で未登録業者として、また証券を扱っている違法業者として、認定されたりしてましたけども、
この2人も違法業者のバイナンスに勧誘したということで、消費者に損害を与えたとして、集団訴訟を起こされていました。で、それに対して今回34万ドルの和解金を支払ったということですね。ただ2人とも未だに不正行為をしたとは認めてないようです。米国、香港もそうですけども、そのうち日本でもこういう動きが出てもおかしくなさそうですね。あとは Mac のインスタが乗っ取られて、ソラナのミーム、グリマスが PR されたのも話題になっています。現在は投稿削除されてますけども、Mac のソラナ実験という名目で投稿されてたようです。グリマストークはね、何個も立ち上がってるんで、もうどれが本体かわからないですけど、ほとんどが吹いた後にしぼんでますね。最近著名人の X のアカウントとかもそうですけども、簡単に乗っ取られてますよね。こうたった一度のパンプのためにサクッとやられてしまってます。あとはフィッシングから5500万ドル相当の台が流出したのも話題になってますね。で、この説明を見るとですね、個人がフィッシングに引っかかって情報が流出して、被害者のメーカーボールトの権利をハッカーが奪って、台を借りて引き出したというようなことが書いてますね。で、フィッシングでアドレスに入ってる資産を抜くっていうのはね、よく見ますけど、権利をね、自分のアドレスに移転して、他のプロトコルから多額の資金を借りるっていうケースはね、あんまり見たことないなと思いましたね。どっちにしろフィッシング、その他もろもろ警戒しないといけないですよね。あと他では、フューチャーネットの創設者、ジェイミアン氏が2100万ドル相当の詐欺容疑で逮捕されたこと、中国が仮想通貨関連のマネロン調査を強化していること、ドイツが無認可の暗号通貨 ATM 13台を押収したこと、テザーが UAE のディルハム、AED のステーブル発行を計画していることなどが話題になってますね。あとその他リリース、資金調達関連では、AI 系の L1 チェーン、ストーリープロトコル開発の PIP ラブスが8000万ドル調達。こちら A16Z クリプト主導で話題となってますね。ベースの DeFi、BSX が620万ドル調達。オンチェーンプライベートクレジットファンドと呼ばれているクレドブルが520万ドルの調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。